紅茶も緑茶も茶受けがあってこそ、その味わいが一層に引き立つものだ。同感だな。緑茶の渋みを楽しんだら和菓子の甘みで一息をつき、紅茶の香りを楽しんだら洋菓子の歯ごたえを楽しむ。そういうテンポが双方をより楽しませてくれるわけだ。そのご考説には大いに賛同するのだけれど、ただお茶受けというのは一つのお茶に対し一つが用意されるべきものと思うわ。お前の言うお茶受けというのが誰のことだかは知らないが、俺はさっきから何を飲み食いしても味が全くわからん状況だというのは間違いない。このソファーはもともと二人掛けであるぞ。狭いとは思わぬか、バトラ。お兄ちゃんも狭いと思う？やっぱりそうよね。一人が弾き出されるべきよね。わかった。ここは俺が抜けるからお前たちで仲良く。お茶受けが席を立つな。久しぶりの兄弟水入らずの時間を大切にすべきと思うわよね。バトラの後に生まれた程度で何を偉そうに。肉親同士の私たちに比べたらあんたなんて赤の他人でしょ。兄弟なぞ所詮は二親等。わらわとバトラは夫婦であるから一親等であるぞ。妄想幻想の中の嫁なんてシーズンごとに飛び交う肝オタどもの俺の嫁認定と何も変わらないわよ。価値なんてゼロ。18にもなろうという娘がブラコンか。選挙権ありで婚姻可能な一人前の大和なでしこが未だ兄離れできないとはへそで茶が湧くわ。頼むお前ら、俺を挟んでの喧嘩は大概にしてくれ。お兄ちゃん、その幻想嫁どっかやって。今は妹とお茶を飲んでるんでしょ。黙れ永遠の二親等。男は新しい家族を持ったら古い家族はもう他人なのだ。貴様には我が夫婦の客間にて他人行儀にお茶を振る舞ってくれるわ。黙って泥棒猫。お兄ちゃんどいて、そいつ殺せない。だから俺を挟んで喧嘩するのは大概にしろ。わらわからすれば逆であるぞバトラ。何が逆なんだ。私からすればお兄ちゃんこそ自分の左右に私たちを置いて喧嘩をさせるのをやめろってことだわ。自分をめぐって美女が左右で奪い合ってていい気持ちなのであろう。さも自分は被害者だなんて顔をしながらしっかり両手に花を楽しんでるわよね。両腕に巨乳と美乳をたっぷりと楽しんでご満悦であるな。だが大概にせよと言いたいのはこっちの方よ。妹との時間を大切にするのか、それをないがしろにしてまで幻想嫁と妄想話がしたいのか、お兄ちゃんがはっきりさせて。ブラコンに道を誤った妹に兄離れを促すのも兄としての務めであるぞ。お兄ちゃん、そいつをソファーから押し出して。このソファーはわらわとバトラの水入らずソファーであるわ。俺が出るから二人は仲良く喧嘩を。お茶受けは席を立つな。
ベアとエンジ、俺たちはいつからここでお茶を飲んでいる？ようやく気づいたか。我らにはいつここに集って茶会を始めるに至ったか、その経緯の記憶がない。わかるわ、この感じ。魔女に唐突に呼び出された時はいつだってこんな感じよ。いつからここにいたのか思い出せない、この感じ。どうやら俺たちは誰かのゲーム盤の上の駒らしいな。同感だ。となれば新しきゲームマスターは何を見たいのやら。まさかお兄ちゃんを挟んでの私とベアとの血話喧嘩が見たかったなんて言い出さないわよね。いるんでしょ、ベルンカステル。あなたの新しいかけらのお披露目なんでしょ。お前誰だ？ベルンカステルじゃない。名乗られよ、客人よ。ゲームマスターが誰かは知らぬが、この茶室の主はわらわであるぞ。わらわにはそなたに先に名乗らせる権利がある。これは失礼をいたしましたです。ベアトリーチェ卿、ウィッチ・オブ・ザ・ゴールド。私の名はピース。ウィッチ・オブ・ザ・ピースと名乗るよう我が主に命ぜられました。ピース？平和？いや、多分チェスピースのピースだ。駒の魔女か。なるほど。それだけでそなたの訪れた目的はおおむね理解できた。いかにも。我が主よりこのゲーム版にて皆様に挑むよう命ぜられ差し向けられた駒、すなわち資格でございます。皆様。なるほど、俺たちとバトルがしてってわけか。だがこっちは3人でお前は1人だ。まさか3人まとめてひとひねりにしてやるってこと？訪れる者もいなくなって久しいこの猫箱に久々に客人が訪れたかと思えば、なんという傲慢。あんた本気？我が主からはお三人と戦えと命ぜられておりますので。これは舐められたと判断していいのかな。幾多の猫箱の果てにここにありし我らであるぞ。それを3人まとめて相手にしようとは。気に入ったぞ、客人よ。そなたをここへ使わした主とやらに十分な土産話が持ち帰れるよう、完膚なきまでに徹底的に容赦のない艦隊をくれてやろうぞ。感謝いたします、ベアトリーチェ卿。それでは早速我が主の用意したかけらをご披露させていただきましょう。どうせベルンのかけらよ。悪趣味なものに決まってるわ。わらわも猫箱でのんびりしすぎていて少々なまっていたところよ。ああ、少しくらい品のないかけらの方が眠気覚ましにはちょうどいいぜ。失礼ながら我が主は
ベルンカステル教ではございません。じゃあ誰だ？ラムダか？あるいはかけらの海の彼方の名もなき偽書作家か？いやしくも全能にして偉大なる感激と戯曲と傍観の魔女フェザリーヌ・アウグストゥス・アウローラ卿ご自身により生み出されしかけらでございます。それでは皆々様方、これより我が主より預かりしこのかけら開幕とさせていただきます。とそろそろ堅苦しく振る舞うのも疲れてきましたでピース。さーて暴れ回ってやりますでピースよ。ピースピースどうしてこの猫箱に来る魔女はああいうのしか言えないんだ。ゴミはゴミ箱に、おもちゃはおもちゃ箱に、ゲロカスはなんだよ、わらわの猫箱はいつからエチケット袋になったというのか。そうそう、始まる前に大切なことを言い忘れていたねピー。そうだ、勝利条件は何だ？まさかボケット鑑賞して400字詰め原稿用紙に10枚以上の感想を書いたら勝ちなわけもあるまい。密室殺人のトリックを暴けか、あるいは犯人は誰かああ、まさにそれでピース。ベアトリーチェ教の物語に敬意を示し、同じ言い方で出題させていただきますでピース。私はだーなるほど。あんたはクレルと同じ何者かの代役なのね。何者かとは特定の一個人を示すという認識でよいのか。問題ありませんでピーなあよ、その言い方の方がかえって疲れねえか。ス。うっせーでピースね。ガッピでスキピにしゃべってピースってんならそっちでもピース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 。お兄ちゃん、謝って。いや、すいません。それでは始めてもらおうか。久しぶりのかけらを。それでは開幕でピース。最後の夢が消えるまで傷をなぞり旅は続く。生と死をもって遊んで許される罪などない報いを知りたまえ。誰かの声君を蝕む嘘とまやかしを黒く染めよう。奇跡でさえ髪にはかけ土塗られたラティーな声に秋の晴れたこの空で繰り返す赤と青のりと愛を知り魔女た
お兄ちゃんが私に見せたあのトワイライトのハロウィンパーティーと同じ状況ね。なるほど。演者が腹痛を起こさずに出席できた昭和58年の親族会議というわけであるか。ピース、この人間たち全員で仲良く記念写真を撮ったらちゃんと全員写るんだろうな。上映中のピツマンを受け付けないでピース。まずはごゆっくりご鑑賞を。さてそろそろ私の登場でピースよ。盛大なピースでお迎えをねピース。ここで流れ着くのは変態探偵だと思いました？残念。美少女魔女のピースちゃんでしたでピース。ピャーパンツが見えちゃうでピース。あ、履いてないから見られるわけもなかったでピース。これは生意気な結界でピね。なるほど、さすがは魔術師金蔵の後ろ宮家。招かれざる客には敷居さえまたがせないということでピースね。失礼いたします、ベアトリーチェ様。気づいておるわ。お前に教えられねば気づかぬほど酔ってはおらぬぞ。様子を見てまいります。捨ておけ。ここは六軒島、悪食島よ。この嵐の中、わずかにこぼれる明かりにおびき寄せられる悪霊などいくらでもおろう。それに今の感触は結界が触れられただけで破られたものではない。シャノンのシールドはそうたやすくは破れぬ。わらわが一番よく知っておるわ。恐縮です。今宵の結界は後ろ宮家に初縁なき者には決して破ることのできないものです。そうではあっても触れてきただけで不愉快だな。そうカリカリするな。シャノンの結界は強力に機能しておる。今宵は肩の力を抜いて楽しめ。
仮に結界を破るほどの化け物のお出ましならば、わらわが喜んでお相手させてもらおうぞ。お前に獲物を譲ったりなどせぬわ。シャノンも。ブレーコーだよ。お仕事モードをオフにはできないかい？ほれ、そう仰せだぞ。かしこまりました。ルドルフ様、キリエ様、どちらへ？ああ、ちょいと一服の気分転換さ。外は風が大層強うございます。灰皿を用意いたしますので、客室でおくつろぎになられては。ありがとう、源氏さん。私たちって天の弱なの。普段は暖かなお屋敷に憧れるくせに、そこでのんびりしてると今度はわざわざ嵐の中で一服したくなっちまうもんなのさ。玄関には立派なひさしがあったろ。吹き込むようならすぐに戻ってくるさ。魔女のかけらって実にご都合主義ね。生贄羊が都合よくそっちから勝手に出てきてくれるなんてね。そういうチープなのはゲームマスターとしてはどうかと思うぜ。これで屋敷の結界は破れずとも獲物を得ることはできるというわけだ。あとはうまいこと犠牲者たちを屋敷の外へおびき出せばいい。ピースが屋敷の外に犠牲者が出てくるのを待ち受ける殺人鬼なのか、それともそういう狂言なのかはまだわからないけれどね。なるほど。ルドルフとキリエが不審者に襲われたと言ってもそれを鵜呑みにはできんな。それにしたって最初に襲われるのはどうやらうちの親父とキリエさんのようだ。どんな悪趣味な殺し方を披露してくれるやらだぜ。ベルーンカステルの品のない虐殺ショーで慣れてるわ。ピースとやら、そなたはおそらくは演者でかけらを紡いだ偽書作家ではないのだろうが、ただの品のないグロテスクショーであるならば、あるならば、そなたらの好む流儀に従い腹を引き裂いてその中身の全てを引きずり出してくれるぞ。私の殺し方はとっても上品ですよ。誤解しないでどうかご期待をねピー。こんな嵐でもやっぱり外の空気は美味しいわね。嵐の中でたまには二人っきりの方が落ち着くさ。そうよね。パーティーで出会う女の子みんなにそう言って連れ出してたのよね。よせやい、もう時効だろ。悪い遊びはもう完全に引退してるんだぜ。その言葉が本物かどうかどうやったら信じてあげようかしら。嵐の時って気圧のせいなのかしら。なんだかいつもと違うルナティックな気分になるわよね。おいおい、夜まで待てんのか。あら知らないの？今夜よ。こんな嵐の晩に盛っちゃうカップルは
一番にホッケーマスクの殺人鬼に殺されちゃうって決まっていますでピー。誰だ？どちら様かしら？ああ、なるほど。今日のパーティーの催し物か何かに呼ばれてる関係者かい？そうよね。驚いたわ。可愛いお嬢さんでよかった。確かにホッケーマスクをかぶっていたら私たち失神していたわ。中に入ってすぐに使用人室があるぜ。そこで待ってたらいい。しかし立派なドレスね。手品師か何かかしら？あれだろ、脱出マジックとかやるんだろ。完全密室、絶対絶命からの脱出とか。親父そういうの好きそうだからな。肩を冷やすわよ。どうぞお入りなさいな。お気持ちは嬉しいのですが、その結界は後ろ宮家に招かれた皆々様にしかくぐれませんのでピース。ただ私もいつまでもこんな嵐の中にいたくはありませんので、屋敷の中に入らせていただこうと思いますでピース。これおい、キリエ、キリエ！キリエ！おい、キリエ！もっと手を伸ばせ！どこだ？どこにいる？キリエ！キリエ！どこだ？キリエ！キリエ！ごちそうさまでしたのでピー。相も変わらず胸くその悪いものを見せつけやがるぜ。この程度ベアとの猫箱じゃ余興にもならないわよ。
さすがでピスね。この程度では残酷なんて言っちゃくれないでピスね。待てエンジェル、決めつけるのは早計だ。どういうこと？なるほど、こやつめ、わらわとは全く異なる次元で醜悪と見える。痛めつけて痛いごと丸飲みする。それ以上でも以下でもないだろう。そうとわらわならばいかにその過程で痛めつけるかで心を砕く。だが遺体を飲み込めばそこまでよ。殺して遺体を消して、それ以上死者の何を恥ずかしめられるって。わらわの想像が正しければ。きれいきれい。キリエって誰のことですか？どうしたんですか？そんなところに座っているとお尻を冷やしてしまいますわよ。どういうこと？見た、なんと恐ろしい、そしておぞましい。わからない。何が起こってるの？お兄ちゃん。考えたこともなかった。こういう残酷さもあるのか。おやおや、まだ6歳のお子ちゃまにはちょっと難しかったでび。つまりお母さんを食って成り変わったってことなの？そうだ、おそらくはそれがこやつの力。今クソ親父が照れくさそうな顔してこいつの差し出す手を握って立ち上がったのはそういう意味だ。この魔女はたった今キリエさんを食ってキリエさんが存在していた事実すらも丸飲みしちまったんだよ。俺どうしてこんなところに入り込んでいた？私が聞きたいですわよ、ルドルフさん。まったく健康症か？いやいや参ったな。こんなこと聞きはしね何をためらっているのかしら。私はあなたの妻ですよ。何でも聞いてくださいな、あなた。え。ああ、本当にすまんな。俺アルツハイマーかな。こんなに若くて可愛い嫁の名前をど忘れしちまうなんてね。後ろ宮ピースじゃないでピースか。おかしなルドルフさん。そうそう、忘れてた。ピースだよな。本当にすまねえな。お父さん、本気なの？おそらくこれはルドルフだけに限らないだろう。今こやつは後宮ピース、ルドルフの妻なのだ。キリエさんの存在を消しゴムで消すかのように真っ白にし、そこにさも以前からそうであったかのように自分を入り込ませる。エンジェよ、これがどれほど恐ろしいことか、まだそなたには想像がつかぬのか？
違うんだ。このピースの殺し方があまりに無残なのは。こやつは命だけでなくその尊厳まで食らうからだ。尊厳って何？頭良さそうなのは雰囲気だけで、実はおバカキャラだったんですね。尊厳ってのは死んだ時自分のためにどれだけの人が泣いてくれるかというものだ。エンジェラって大勢に惜しまれながら死ぬのと誰にも顧みられることなくのたれ死ぬのではかなり違うことがわかるはずだ。キリエは少なくともその人生においてこの嵐の中二人きりで一服を楽しみたいと思ってくれるルドルフという伴侶を作ることができた。だからもしこの場で突然の心臓麻痺でキリエが死ぬようなことがあったなら、その例えを心の底からの涙で見送ってくれたはずだ。キリエさんの気持ちになればわかる。夫の目の前で殺されたんだぞ。なのにその夫は自分が殺されたことを忘れてしまったどころか、自分の存在まで一緒に過ごし苦楽を共にした日々さえも忘れてしまっている。これほど死者を愚弄する殺し方があるだろうか。いや、ない。こんなおぞましい殺し方は断じてない。この国では古来より人が持ちし最も価値の高いものは命ということになっていますよね。でもね、他の国々を見ると命の価値は人の持つものの中で上から2番目でしかないんです。わかるわ。命より大事なもの、それが尊厳。尊厳とは死してなお残る自分の生き様や名声、あるいは努力、生涯をかけて残し誰かに受け継いでもらえた大切な何か。しかしこの女に食われた犠牲者はそれが残せない。自分の生きてきた意味さえもまること飲み込む。さらにその上生きて積み上げてきたものを丸ごと奪い去り自分で上書きする。殺された挙句夫の心からも自分の存在を消し去られ乗っ取られてしまう。これが人間にとって一番残忍残酷残虐の極みの殺し方なのでピどうしたピース、嫌にご機嫌だね。大好きなあなたと一緒なんでピー。ご機嫌にもなってしまいますわ。さああなた、そろそろ入りましょう。肩を冷やしてしまいますわ。なんだか今夜のお前は妙にその色っぽいね。あら、最高の褒め言葉でピース。
お帰りなさいませ。皆様お椅子でくつろがれておりますが、お二人の分もご用意いたしましょうか。そうだな。俺たちの分もいただけるか。あとピースにはブランケットも頼む。ありがとうデピース。ルドルフさんは本当に女性には優しいデピー。おいおい、誤解するな。俺が優しくする女は世界で一人しかいない。それはお前だぜ、ピース。あなたったらピース。やれやれ、仲のいい子って。バトラ君たちはまだおしゃべりをしている？ああ、俺たちは若者だからな。いくらでも喋ってるぜ。いいや、これは記憶を書き換えたなどという生優しいものではないかもしれん。何人かの記憶に干渉するだけなら洗脳や催眠術と変わりはない。でもこの魔女のそれは違うわ。ああ、この力はあいつに近い。おまぬけな喋り方をしていますデピースから。ついつい性悪黒猫やら超パーやら、その程度に類する魔女だろうとお思いになられていたでしょうが、元老院の魔女すらもその程度呼ばわりとはな。私は尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女であらせられるダイアウローラ教よりかけらを預かる使者として生み出されました。ダイアウローラ教が世界を支える柱という偉大なるろうそくに灯る炎であるならば、私はこの程度のろうそくなれどダイアウローラ教の炎より火を分けられた分子されし存在なのでピース。我が主の命に従い、このゲームの間は道化を演じることもありまピースでしょうが。さっきから不思議で不思議でしょうがなかったのでピース。なんでこいつらは私をもっと恐れてくれなびのか。ねえ皆様、あなた方は本当に3人で私に挑んでいるとお思いでピスか？脅されるな、ピース教。わらわたちの艦隊の仕方が尺に触られたならば謝ろうぞ。ただわらわたちは戦学で品がない。これ以上行儀よくする方法を知らぬ。敬意が大事なのでピース。皆様の知る限りの最高の敬意が示されるのであれば、私も寛大になれるというものでピース。
これ以上行儀を良くするのにも疲れたからよ。そろそろこっちも楽にさせてもらっていいか？ゲームの駒を相手に何をどうしようと気にはしねえさ。これはそういうゲームなんだからな。せっかくお越しのお客が精一杯頑張ってるんだから、私たちも少しは接待してあげようと思ってたけれど、もう限界。笑いのだよ。魔女を笑いで殺しに来るとはお前久しぶりに面白い客人だぜ。あなた、どうして笑われてるのか自覚ないの？まさかあなた、こんなにも恐ろしい力を持っているのだから、さぞやすくみ上がって恐れ敬ってくれるに違いないなんて思ってるんじゃないわよね。そりゃ恐ろしい力だぜ。十分に恐れ入るさ。だがな、あまりにお前トンチンカンが過ぎる。あのな、大ピース教、お前が凄んでるのはな、ボクシングの試合直前の睨み合いの時に俺大手飛車取りやったことあるぜ、ビビったって言ってるようなもんだぜ。なあ、ここはよ、ミステリーがファンタジー、あるいはファンタジーがミステリーを本気で一撃でぶった切ってやろうと間合いを測り合う真剣勝負を魚にしようっていうイカれたゲームを愛する紳士と淑女の社交場なんだぜ。ここにいる私たちが恐怖することはただ一つ。仮説、考察、ひらめき、はったり、その果ての果てに徹底的に削り出して至った推理を木っ端みじんに打ち砕かれた時だけだ。確かにこの度の存在ごと丸飲みする力は面白い。稀な客人がせっかく用意してくれた土産だ。それに敬意を表し恐れ入った風を装いもしたが、調子ぶっこいてどうだ怖いだろう、図が高いなどとあまりにいたけ高になりやがると、悪いがこっちもそろそろお行儀よくやってるのも限界になっちまうぜ。私たちを本気で怖がらせたいなら、まずはあんたの出題を終えてからにして、それからあんたを恐れるか、それとも鼻で笑うかを決めてあげるわ。お前が相手にしてるのはよ、密室殺人を魚に1000年は紅茶が飲めるイカれた魔女たちなんだぜ。それにしてもあの例えはウケたぜ。ボクシングで大手飛車取りで生きってるとか。っていたとは、なんていう滑稽。お詫び申し上げまピー。
それではこの後の茶番劇は早送りで参りましょうでけ。皆様は早くメインディッシュを望まれているようなので。自分の見立て殺人で進行するか？いえそこまではいたしませんでけ。この後はエンジェを丸飲みにすることになりまピース。エンジェ、もう遅い時間よ。そろそろおしゃべりはおしまいにしてお部屋に戻りましょう。どうしたエンジェ？なんだよ急に。お兄ちゃん、この人お母さんじゃない。何を言い出すんだ急に。あらあら、エンジェったらお眠なの？お母さんがわからなくなっちゃった？あんた誰？後宮ピースお母さんでしょ。エンジェを産んだお母さんじゃない。嘘だ！ねえルドルフさん。なんだ？バトラ君に可愛い妹を作ってあげたら喜んでくれるかピラ。おいおい、そういう話は二人っきりの時にしろよな。妹？そう、あなたに妹だって。一人っ子なんてつまらなぴでしょ。妹がいたらなんて想像がつかねえや。仲良くなれる自信がねえよ。お前が可愛い一人娘だったら毎日とんぼ帰りで俺は肝臓を痛めずに済んでたろうよ。黙れ不健康親父。食われた上に忘れ去られる我が身になって改めてとんでもない力だと思い知るわ。興味深いのはなぜ存在を消し去るという力が演者にだけは効かなかったのかだな。心に留め置くべきなのか、幻想描写のただの修飾に過ぎないのか、まだ判断がつかないな。今回のゲームの目的はピースという魔女の正体は誰かということの一点のみ。お兄ちゃんとベアとのゲームの時とは少し違うのよね。いかにもわらわのゲーム版では魔女幻想を打ち破ることを求め、さらにその上で私は誰というもう一つの答えを求めた。ピース、今回のゲームでは魔女幻想を打ち破ることは義務ではないのよね。お前の出した問いは私は誰の一点だけ。本当にその一点だけなんだな。だったならお前の見せる魔女幻想通りの能力を持ったウィッチ・オブ・ザ・ピースという文字通りのお前が犯人ってことで決着できちまうぞ。期待しない方向で無意味に議論が広がっては私も我が主も退屈してしまいます。なのでせめて迷宮の入り口までくらいはちゃんと道案内をするのがフェアだと考えます。でははっきりと赤で宣言させていただきましょう。このゲームの目的は私が誰かを当てることのみ。ファンタジーの否定肯定は問題にしません。ならば最もシンプルに切り込もうぞ。青で宣言する。そなたはピース、ウィッチ・オブ・ザ・ピースである。もちろんそんなわけもありません。赤で宣言します。私は
エピソード1からエピソード8までの間に存在している一人の人物です。ありえない。人間を丸飲みして存在ごと消し去るなんて人物は一度だって登場したことはないわ。それとも登場時にもその力を持っていたがそれを一度も披露したことがないということなのか？その認識で構いません。エピソード1からエピソード8の中に存在し、その時点でもこの力を持っていました。今回我が主によってそれを初めて披露することとなったに過ぎません。だったらさらに質問したいわ。ということはこの人物は。まあ待てエンジェよ。まだ事件は続くと思われる。ピース教の手の内が全てさらされてからでも質問は遅くあるまい。それもそうね。で、お母さんと私が殺されて存在もなかったことにされ、次は誰が？ひょっとして六軒島の全員がぶっ消されちまって私は誰であの時のベアトと全く同じ答えが正解ってことになるんじゃねえだろうな。いいや、それはあるまい。すでに赤にてエピソード1からエピソード8までの間に登場している一人の人物であると断言している。ピース、続けてちょうだい。もちろん早送りで。無論でピース。続いては私の牢石に金蔵やベアト、そして魔法に通じる使用人たちが気づき戦いになるというシーンでピース。本当ならば金蔵の凄まじき召喚術やベアトの強力な大魔法、シャノンやカノンの影の力、そしていよいよベールを脱ぐ現時の魔法バトルなどが繰り広げられることとなっています。ですが早送りを希望とのことでございますので、そのようにさせていただきますねピース。へえ、わらわの見せ場がカットかよ。つまんねえ。確かにな。考えてみりゃ源氏さんって幻想世界でもかなり強そうな雰囲気があったのに一度もバトルシーンがなかったんだよな。ロノウェと表裏をなす御人だ。早送りはちと惜しいな。サクサク早送りでお願いしマピス。了解でありますピース。さすがは古文錬金術師を名乗るだけはありません。よくぞ私の力を見抜いたものです。でも見破れるのはそこまでですよね。こいつは何を言っているんだ。カノン君、私たちは今こうして5人で立ち向かっているけれど本当に5人だと思う？ひょっとしたら私たちは6人で立ち向かっていたのかもしれない。
わらわの黄金の魔法とかなり似た力ではないか。言われてみればそうであるな。しかし対価として金貨の1枚も与えてくれぬとは実にケチな力であるぞ。そうか、これは黄金の魔法と同じでもある。ファンタジーを否定するのならば、それで説明するのが一番手っ取り早いであろうな。嫌な話ね。6歳の娘が初めから存在しないっていう茶番に両親と兄がいくらもらって付き合ったの？それもそうだな。黄金のインゴットを積み上げられたって、俺は妹が存在しないなんて茶番を、それも演者の目の前で断じて受け入れたりするもんか。お兄ちゃん。おいピース、このブラコン丸飲みしてもいいぞ。ボクシングの試合で大きくしゃくりはしませんがねピー。この化け物め。ありがとうねピース。それ我が主が最も喜ばれる産地でピース。何これ。まずい。なるほど。魔に通じる者たちはただの人間と違って簡単に丸飲みできるわけではないということでピースか。最後の最後まで小賢しいやつらねピー。まあいいでピー。これで邪魔者はいなくなりましたのでピー。でもそろそろ楽しかったハロウィンパーティーもお開きですね。お兄さんかわいそう。郷田さんと熊沢さんの2人だけで後片付けになっちゃいまぴだからねレピー。愉快で楽しいド派手魔法バトルもせっかくご用意していたのですが、茶番は嫌いだと仰せですのでざっくりはしょらせていただきましたのでピー。ちょっと残念でピタ。構わんわ。料理の説明が長くて冷めてしまっては何の意味もない。配膳は手早く、出来たての熱々を食わせるのがレストランの基本だろ。ではあるけれど、食器も揃わないうちから素手でがっつくのはさすがにノーマナーよね。まったくその通りで、素手で食べろなどという野望を申すつもりはございません。それではどうぞ、赤いフォークでも青いスプーンでも存分にご所望くださいでピース。まずは
私たちが求めるべき答え、つまりこの魔女の正体、それについてもう少しはっきりさせておきたいわ。そなたはエピソード1からエピソード8までの間に存在している一人の人物であったな。さらに明確にしてもらおう。その人物とは我ら3人が全員認知できているものなのであろうな。認知とは？例えばだ、エピソード8の中でラムダデルタ教のご友人にはとんでもない化け物が多いというような表現が出てくる。仮にこの化け物の中の一人が正解だったなら、確かにかけら中に登場はしているが、俺たちは誰も名前を知らない。よって俺たちに正解は不可能ってことになる。はあ、なるほど。わかりました。それでは赤で申し上げまピース。私の名前はあなた方3人がはっきりと知っているものです。つまり私の存在と名前は皆様の知っているものの中に含まれているということです。知っている？つまり私たちは会ったことがあるということ？その問いには答えません。それでは答えの幅が大幅に狭くなってしまって今日そがれてしまえまピース。道理であるな。わらわたちは3人いる。立ち位置も境遇も違う。誰が合っていて誰が合っていないか、そんなものが明かされたら答えはかなり限定されてしまうだろうからな。しかしこの猫箱の中に登場した人間と魔女と家具と武具となんとかと、一体どれだけの名前が登場したってんだ。私たちに正解は可能であるということを保証しただけで難易度を下げてくれたことにはまるでならないわね。しかしわらわたちは3人いる。それも魔女と人間、猫箱の中と外、異なる立場を持つ。それでも3人まとめてひねりつぶせる。我が主はそれだけの自信をお持ちになり、私に同時に3人と戦いと仰せになられたのでピース。そうだ、一つゲームの条件を出し損ねていました。そら来たぞ。どうせろくな話じゃねえ。条件の一つくらい出させてやれ。向こうは1人、こっちは3人がかり。少しはハンデがないとこちらも面白みがないというもの。大したことではありません。皆様が考察の果てに答えに行き着いた時、3人全員がその答えに同意した上で発表されてほしいのでピース。どのような答えであろうとも、3人のうちの1人でもその答えに同意できないならば、それは答えとして提出されないということでピース。確認だが、回答を宣言するのに回数制限はあるのか？我らの知る名前を片っ端から全て言っていけばいつかは正解できてしまうからな。回数制限を設けなければゲームとして成立しないであろうぞ。バカね。自分の首を絞めるルールを提案してどうするのよ。それでも勝つ。3人で考察し納得して至った答えで一発で打ち取る。今回の戦い方はどうやら推理のショットガンってよりは狙撃ライフルって感じのようだな。無論青で牽制は無数に仕掛ける。だが輪郭を暴いた後は一発で決める。我が主からは特に回数制限を定めるようには命じられませんでした。しかしそうすることで
皆様がより興味を持ち白熱した考察バトルをお見せくださるなら、我が主も喜んでお受けになるでしょう。やれやれだわ。でもまあおかげで適当に怪しい名前を挙げればいいなんていうくだらない戦いではなくなるようね。じゃあ始めるぜ。おのおのの立場で考察を。それでは開始でピース。ピース、念のために聞くが、このおかしな事件に動機はあるのか？ほう、さすがはバトラよ。わらわも今同じことを聞こうとしていた。私もよ。気まぐれの無意味に起こした事件ならかけらとしては幻滅するほどにくだらない上に推理する隙も価値もなくなってしまう。人の心をないがしろにするんじゃねえというわけですか。フーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。魔女の謎に迫る3つの刃の一つだぜ。そして同時に魔女の謎の格式を決めるものでもある。特にホワイダニットは重要だ。それこそがわらわはミステリーにて最も大切な答えであると思っている。我が主にお作りになられたかけらの格式が疑われるようなことはあってはなりません。ですので赤で宣言しましょう。この事件にははっきりとした動機と心があります。心ってあなた方にもきっと理解してもらえる。人間ならば誰もが理解に及ぶ動機であるということです。つまり犯人以外の誰にも納得できないような変質的で独善的な動機ではないということだね。ハンガーぶつけて死ねって言われて富士山が見えなくなったからとかみたいな、犯人にとっては重要でも第三者からはそんな理由で人の命をって驚かれるようなものではないってことだよな。お兄ちゃんやめて。謝ってできれば額を床にこすりつけて。ああ、すんません。ゴリ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 。少なくない人間が犠牲になったよ。その全員に対し犯人は動機を持っているのか。メロンデピース。キリエさんとエンジェに関しては明白にお前が意識して殺したのはわかる。だがじい様やベアとシャノンちゃんやカノン君、ゲンジさんはどうだ。売りかかった火の粉を払っただけなのか、それともこっちにも明白な理由があるのか。あります。
れはやられたぜ。たどる線を見つけたと思ったらやってくれるぜ。はっきりされたいでしょうから、赤ではっきりと宣言いたしましょうでピース。私にはキリエ、エンジェ、金蔵、ベアトリーチェ、シャノン、カノン、ゲンジに消えてもらわねばならない理由があります。どうしてだ。それに答えてくれるわけがない。いいえ、答えましょう。赤き真実で。私という駒がこのゲーム盤上に訪れるためには、彼らは全ていてはならない駒だからです。しかし犠牲者の中の幾人かは本来は私と共にいることを許されておりました。しかし彼らの都合でこのゲーム盤にとどまることができないのです。だって取り除かせていただきました。ただ誤解なきように、彼らを取り除いたのは彼らの心をないがしろにしなかったからこそ。しかし私が真に殺したかった者たちには、私はわずかほどの情けも容赦もなく、その心など無視してこのゲーム盤より抹殺した。お前が真に殺したかったというのは一体誰だ。ホワイダニットというこれ見よがしな雲の糸を垂らされ、まんまと思考を絡め取られたようだな。とても重要な何かを聞き出せたとは思うけど、そこに思考をとらわれては意味はないわ。他の角度からのアプローチも必要よ。ああ、そうだな。あんたのその小バカにした笑い方、私はずっとある人物を思い浮かべていたのよ。それは誰だ。私は動機の線ではなく、あくまでもこのピースという魔女の雰囲気やイメージから連想を探していた。私は誰？その知的優位におごる態度と笑い声、我が同志にそっくりなのよ。あの御人か。これは心外ですね、同志エンジェ。真実の魔女たるもの、知的さと優雅さを兼ね備えていて当然です。それでそこの品のない駒の魔女とやらがこの私にどうそっくりなのでしょう。そっくりも何もそのものだと思うけれど。それでは伺いましょうか。
同志エンジェル、あなたの紡ぎ出した真実を。まさかあいつが現れるとはな。そなたの妹は反言の魔女であるぞ。エンジェが望めば生死を問わずそれはいる。ただしそれは反言の魔女自身にしか認知できない。他者には認識できないが、それを理由に否定することもできない。それが反言の魔女の反言。要するにエンジェが脳内に自在に召喚できる仮想人格、分割並列思考というわけでですね。器用な魔法でピン。フルドエリカは六軒島に漂着し得た唯一の招かれていない客人よ。ハロウィンパーティーに突然現れたイレギュラーな客人は彼女を置いて他にいない。後ろ宮家犯人説を否定した方々に愛されてやまない真実の魔女にして招かれざる名探偵とはこの私のこと。フルドエリカが本来はどのような人物なのかは定まっていない。分かっているのはプレジャーボートから転落するというドジなこと言うだけ。しかしこの私が魔女のゲーム版に登場した時には一つの人格を持っておりました。六軒島に漂着して一晩のゲストとして迎えられたフルドエリカ。探偵を気取る彼女に一泡吹かせてやろうと後ろ宮家の人間たちが結託して狂言殺人事件を起こした可能性。いかなるトリックをもってしてもこの私の完全なる検視を免れて死んだふりをして容疑者リストから逃れようとすることなどできません。つまりはこういう筋書きはどう？実はこのハロウィンパーティーの夜エリカが六軒島に漂着し客人として迎え入れられていた。そこへ現れた自称名探偵が空気も読まずズバズバと答えまくって調子に乗りまくって大人たちを辟易とさせてしまう。するとこの私に敗北した屈辱を晴らしたい大人げない大人たちがくだらない猿芝居を目論むわけです。過去のかけらを重ね見る限り後ろ宮家の皆さんは非常にお芝居がお上手と言いますかお好きと言いますか。そんなおかしなお芝居で驚かせようとしてみたり、あるいはさらにその上使用人たちに死んだふりまでさせて連続殺人事件のお芝居をしてみたりとか。答えは3人全員の合意の上でとのことだけれど、私とエリカで至った真実を一方的にぶつけさせてもらうわ。そのお綺麗な顔がどう歪むか想像するだけで絶頂しそうになっちゃいますね。私たちどこかキャラが似てますてピー。似たようなコマが2つも並んでは実に邪魔でピー。おや似ているのは雰囲気だけなのに
これほど違いがあるというのにお邪魔だったでしょうか。青で宣言するわ。犯人はフルド・エリカ。一連の事件は全てエリカを騙すため、あるいはからかうための狂言よ。私やお母さんをみんなが突然認知できなくなったのは、そういう芝居を示し合わせたから。これでチェック。メイト、全てはフルド・エリカの存在と彼女の持つ高潔にして下劣なる知的蹂躙者のプライドが傷つけられたからで動機を説明できる。あなたの赤き真実、私が真に殺したかった者たちには、私はわずかほどの情けも容赦もなく、その心など無視してこのゲーム版より抹殺したわ。この名探偵を狂言で試そうとした大罪に対する怒りを示しているのです。名探偵を試すこと、それはザ・ブックに記されし神を試してはならないにさえ等しいこと。これは私への冒涜に対する当然の神罰なのです。いかがです？フルド・エリカ並びに後宮エンジェにはこの程度の推理が可能です。ピースフルな推理、心より感謝いたしますでピー。ではありますが、すでに申し上げております通り、それが3人全員で同意した推理であるか確認させていただきマピス。何しろチャンスは一度のみ、それもそちらの偉大なる大ベアトリーチェ卿が自ら課したルールでございまピースので。バカなルールを課したものね。まあ別に構わないわ。2人に納得してもらうだけの話。エンジ、本当にエリカ犯人説で良いのか？他にある？犯人が人間に限定されるというのならば、そなたの答えもっともと思う。しかし今回は魔女幻想の住人が犯人であることを禁じ手としてはおらぬのだぞ。ラムダのお友達の化け物とか、フェザリーヌの従えてた黒猫たちとか、あるいはベルンカステルやらラムダデルタやら、何でもありになるじゃない。そうとも、何でもありとなる。だからこそこの人物ならば可能だという言い方ではおそらく真実は暴けまい。どういうこと？可能な人物が複数いる状況では、可能であることが犯人である証拠にはならないってことだ。それにピースは最初に赤き真実ではっきり明言している。私はエピソード1からエピソード8までの間に存在している一人の人物ですとな。つまりピースとやらの正体を暴く手段としては、フーダニットとハウダニットは特定の一人の犯人に行き着く道しるべとはなり得ないということだ。さっきあんたとお兄ちゃんはホワイダニットから探る方法はピースの罠にはまって混乱するだけかもしれないと言ったわ。
それで私はフーとハウから探り、最も確率の高い人物名を挙げた。それじゃダメなんだ。確率が高いじゃ推理にならない。こいつしかありえない。そこまで研ぎ澄まして初めて推理なんだ。ホワイもフーもハウもお手上げならどう推理しろというのよ。となると今度こそわらわの出番であろうよ。わらわは探偵ではない魔女。魔女は推理などせぬのでな。俺とエンジェは人間が犯人に違いないという前提で挑んでた。ならベアとはその前提をひっくり返したところから攻める。キリエがいつも言っていたであろう。チェス盤をひっくり返すというやつよ。ただしこの場合は犯人の立場を想像して推理をするではない。人間が犯人であるという前提をひっくり返す。どうやって？かつてのベアトリーチェ級のゲームとは少し毛色が違うでしょ魔女幻想の住人は何でもありなのよ。人間を丸飲みして存在した事実ごと消し去れるなんて、それこそ誰がやったっておかしくない。だからそれでは真実は暴けないと言ったのはベアト自身だったじゃない。そうとも。フーもハウも何でもありの幻想の住人たちには通用しない。しかしホワイは違うぞ。ああ、フェザリーヌやらベルンカステルにも犯行は可能かもしれない。しかしこんないびつな事件を起こす動機がない。魔女ってのは戯れや気まぐれで人を殺せる連中でしょ。魔女に動機を求めるなんてバカバカしい。考えるだけ無駄じゃない。それをこの猫箱の全てを知った今でもベアトの前で言えるのか。それは魔女のゲームはな、何でもありだ。考えるのがバカバカしくなりそうなくらいに異常で狂ってて常識外れでイカれてる。だから絶対にないがしろにするな、心を。心が伝えられねえんだよ。シンプルな言葉で素直に喋れねえ天の弱なんだよ。それなのに人の心を求めて人に近づかずにはいられない。なのにそれを素直な言葉で示せない、バカで間抜けでどうしようもなくかわいそうな連中なんだよ。大バカの寂しがり屋がそれでも精一杯拙くても必死に書き上げたかけらを考えるだけ無駄だとか絶対に言うんじゃねえかなわぬな。バトラにかかれば1000年の魔女のメッセージボトルも小学生が初めて書いたラブレター扱いであるな。あと我が主の命令とはいえ、私はここへやってくるのが
本心では億劫でなりませんでした。来たところで何も得るものなどない。むしろきっと自分で自分を嫌になるような思いをするだけだと思っていたからです。あなたの口からそのような言葉を聞けただけで、私は今日ここに魔女の使いとして来た甲斐がありました。レアとそしてピース、それから出会ったことのない無数の魔女たちに謝るわ。それにすでにあんたははっきりと赤で宣言している。この事件にははっきりとした動機と心があるとね。取り乱してふてくされてしまった自分が恥ずかしいわ。気にするな。それでこそバトラの妹らしくて小気味よい。でもホワイダニットで答えに迫る方法は一度挫折したんじゃなかったの？そうだな。少なくとも人間に限った容疑者に対してはな。何でもありの魔女たちから本気でホワイダニットを、人の心を読み取れるというの？そうだ。魔女に本当の本気で人の心がなかったんだ。奴らは人間の姿など形作らない。人の心をないがしろにするな。ウィザードハンティングライト。正直惜しくなってきましたでピース。惜しいとは？こんな素敵な子をあなたごときひねくれ者が伴侶として独占することは、元老院すべての魔女への大罪でピース。やらんぞバーカ。私程度に潰される程度ね。バトラ君はあなたにはふさわしくありません。面白い。試すかババア。二人には自由に推理を楽しませてあげましたが、お前にはそんなゆとりは与えません。何が二人を駆り立ててるの？だがこれでいい。これでこそアルバルと虚無の海を渡ってここまで来てくれた彼女に最もふさわしい艦隊だ。しかしお前たち以外にそんなルールを持つ駒はいなかったはずだ。同時に存在できない人物、そんなのがいるの？
私という駒がこのゲーム盤上を訪れるためには存在が許されない駒。ベアト、推理なんて堅苦しいものにとらわれるな。お前はクソジジイのあのクソったれ碑文を解いた黄金の魔女だろ。あらあら、私の謎をなぞなぞ遊び呼ばわりですか？大事なことなので。そしてご存知ないでしょうから、この際赤き真実ではっきりとさせておきましょうね。私なぞなぞ遊びは大の得意なんですよ。それもあなたよりも。ほほう、それをわざわざ赤で言うか。あなたが謎解き遊びに夢中になったのなんて、せいぜいバトラ君と出会う前後からのほんの10年にも満たない短い時間じゃないですか。私はあんたごとき小娘とは違うんです。あんたが生まれる前からずーっとなぞなぞ遊びが大好きで大得意なんです。私は碑文の謎には挑戦できなかったけれども、もしあなたが私と共に碑文の謎に挑むことができていたなら、おじいちゃんが必死になって考えた子供じみたなぞなぞ遊びなんてきっと簡単に解けていた。だって私今回駒の魔女になって初めて碑文の謎というものに挑戦してみたんだけれど、あっさりと解けちゃったのだから。何？そうね、あなたという黄金の魔女の復活が空白の6年の間に起き、人を愛する資格を持てない家具に身を落としてしまい、それが全ての惨劇の引き金になった。だから私は今猛烈なる反省と悲しみに包まれている。あの程度のなぞなぞ遊び、私と一緒に挑めたならもっと早くあなたに解かせてやれた。私の手にはあなたの人生が狂わずに済む鍵が握られていたはず。なのにそれを使うことができなかったのが私の一番の罪。そのためあなたが生まれ、バトラ君は猫箱に閉じ込められ、エンジェちゃんは一人孤独なミラーに取り残された。これは全て私の責任。私があなたを産んだ。もっと早く産んであげればよかった。そうすればきっと誰もがずっと幸せでいられたんだ。お前一体誰？だが考えの線は多分的外れじゃない。ああ、こやつはわらわを見下せる位置にいる何者かだ。それも高慢に見下すのではない。
年派もいかぬ幼子を導くかのような、そんな信じがたいが慈愛ある立場の何者か。わからないわ。そんな人本当にいたの？心当たりが本当にないわ。エンジェルちゃん、あなたに心当たりがなくて当然よ。だってあなたは私の名前は知ってはいても会ったことはただの一度もないのだから。さらに言うと、私はこうして駒の魔女になるまであなたの名前も存在さえも知りはしなかった。じゃあ逆に聞くわ。お兄ちゃんは、ベアとはあんたに会ったことがあるというの？あるわよ。もちろん人間としての二人にね。ただ会ったことがあるだけじゃない。趣味を聞いた、流行りを聞いた、何が好きなのかを聞いた。今日や明日の天気や、あるいは波打ち際に見つけた変わった形の貝殻なんて、本当に意味のない会話をいくらもした。ただあなたたちの楽しそうな顔が見られるなら、私はいつだって何時間だっておしゃべりをすることができた。私だけが会ったことがなくて、彼女もまた私に会ったことも存在さえも知らなかった。紛れもなくこやつは後宮家の縁者なのに、縁者の存在さえも知らぬだと。確かに当時の私はよく病気になって親族会議を休んだそうだけど、でもそれでも私は隠し子なんかじゃない。後宮家の人間なら全員が後宮縁者の存在を知っていたはず。あんたこやつが登場するためになぜ誰かが消えねばならんのか。ベアトたちだけじゃない。俺たちには同時に存在できない人物がいたんだ。わからないわ。ベアトのように家具を生み出していた人間が他にいたというの？違う、そうじゃない。出会うことのできない一人の人間たちじゃないんだ。二人の人間であっても後宮家の親族会議に同時に存在できない人間たちがいるんだよ。誰？そんな人私知らない。本当に知らない。エンジェちゃん、私はあなたに意地悪をしたくてこの場にわざわざ呼びつけた。私はあなたという存在とは
相入れない駒だから。私たちは出会えていたらきっと仲良くなれていた。それを確信できた。それだけでも今日ここであなたと会うというありえない奇跡を、ファンタジーを心から感謝する。まさかこやつはああ、そうだ、彼女はエンジちゃん、横島な私はキリエさんにだけでなくあなたにまで復讐をしようとした。でも女のいがみ合いは当事者の2人が揃って棺桶の中にまで持ち込むのが正解だった。会ったこともないのに彼女の娘というだけの理由であなたを傷つけて自分の心を慰めようという、そんなくだらない目的のためにここにあなたを呼んでしまったことを、私は仮にも人の親として心から走るわ。会ったことないけど、写真でしか見たことないけど、私知ってるわ、あなたのこと。思い出した。あんたの名前は？エンジちゃん、その答えはまだ少しだけ取っておいて。なぜならあなたには私の持参した最低のかけらをまだ否定することができるのだから。それではふ分けを始めましょう。猫はめでて殺して2度楽しめるそうですから。そこまではわかるわ。でもどうしてこの世界が私を傷つけるものになるというの？私が生きて非分の謎に出会い、黄金の魔女となる前のベアートに非分の謎を解く重要なヒントを教えていたというファンタジーがあるからです。後ろ宮アスムという人間はキリエとは全く逆のタイプでな。ああ、
おふくろはどこかふわふわとしたとても不思議な人だった。そんな私が死なずに生きていて、おじい様がお屋敷に魔女の肖像画と碑文の謎を設置するところにいられたなら、私ならきっと解けていた。それだけでなく、おじい様が誰に解いてほしいと願っているかさえ見抜くことができた。だから私はベアトにすぐに碑文の謎を解かせたはず。そういうファンタジーとなれば、わらわの復活を見届けた時点で金蔵は永眠する。すなわち金蔵はその時点ですでに消滅する。待って、金蔵の死はクラウスおじさんたちの都合で秘密にされるはずよ。実際には死んでいてもあたかも生きているかのように振る舞われるはず。おふくろ、さすがにこれは少しご都合が過ぎる世界だな。おとぎ話とは、ファンタジーとは、そういうものでしょう。エンジェ、じいさまの死を隠さなければならないのは、クラウスおじさんたちに金銭的な問題があった時だけだ。その世界ではわらわは絶望の中でなく、少なくともはるかに穏やかな日常の中に生きている。だから発見された黄金のその後も変わってくるのだ。エンジ、こやつに代わりてわらわが言う。何度も言う。これは彼女にとってのファンタジーでおとぎ話だ。そして少女は自分のために幾ばくかの、それでも一個人には十分に莫大な取り分を受け取ると、残りのすべてを後宮家の親族たちに分配するのだ。よって親族たちがそれぞれ抱える経済的問題はすべて解決する。金蔵の死を隠蔽しなければならないという茶番も必要ない。いがみ合うことも何もない。幸せな島が残るだけ。ベアトたちが消えるのは島を去るからなのか。そうだ。恋の種の根に苦しむことはないから、島に縛り付けられることも、黄金の魔女を気取る必要もない。源氏さんが消えるのは、仕えた主が死にベアトも島を出ることにしたからか。あやつは金蔵とその生い立ちに責任を感じる私への義理がなくなったなら、島を去り余生を静かに過ごすとずっと決めておった。
金蔵が往生し、私が島を去ると決めた時点で、源氏もまた島に縛り付けられるものは何もなくなった。だから1986年のハロウィンパーティーには彼らの姿が消えるのだ。つまり今回のゲームは1986年のハロウィンパーティーという限定された瞬間に後ろ宮アスムが存命しているか否かの異なる2つのかけらの誤差を駒の魔女が相手を存在した事実ごと丸ごと食らうという風に演出することで描いた間違い探しってわけね。そうです。片方は惨劇の猫箱に閉ざされる世界、もう片方はあなたとキリエさんだけを例外として全てを幸せにした世界。ベアとは夢を叶えた。バトラの家の近くに住み同じ学校に通えるという夢を実現した。母親の死とその後のルドルフの結婚に傷つけられないバトラはきっとその奇跡を彼もまた喜んで受け入れるでしょう。なるほどね。本当ならば私たち3人はその答えに至り3人で同意した一つの答えとしてあなたの正体を暴くことになる。ところが私が否定するのよ、その答えを。そうでしょう。そうです。あなたを苦しめてやりたかった。答えは出ているのにあなただけが否定するから勝てない。そういうゲームにしてあなたをいじめ抜くつもりでした。わからねえよ。どうしてそんなことを。おふくろがそんなことをするなんて俺には信じられねえよ。信じたくないなら信じなくてよい。それもまた愛だ。だが信じなくても理解しろ。一人の愛する人、たった一つの愛をめぐって人がどれだけの惨劇を起こせるのか、お前はもう十分すぎるほどに理解しているだろうが、むしろ感謝。お前に今なお人を苦しめることで何がしかの怨念を晴らしたいという気持ちがあるはずがないと信じさせるほどにお前に愛情を注いでくれたことに感謝をしてほしい。俺はいい。もうこの際俺はどうでもいいんだ。だがこのかけらを認めちまったらエンジはどうなる。居場所がなくなるじゃないか。私のお母さんが後宮家に嫁いだから惨劇が起こった。後宮アスムのままだったら誰も悲しまなくてよかった。私は生まれてくるべきではなかった。そんなことはない。それすらも全て内包するのが俺たちの猫箱だろう。そうだとエンジ、何もそなたが気に病むことなどない。晩節を汚すどころか死後になって自ら恥をさらすなんて。だからエンジェ、恥じるべきは私であなたじゃない。それにね、あなたには頼もしい兄がいる。そしてここにはどんなかけらであっても受け入れてくれる魔女がいる。あなたは
いていいの。いてはいけないのは私の方。そうね。要はそういうことだわ。私がここにいることを恥じるなんておかしいもの。亡霊のあんたが一番おかしい。その上、自分が生きていたらこんなにも未来は幸せだったのになんて。タラとレバーをつければどんな未来だってでっち上げられる。そう。だからウィッチ・オブ・ザ・ピースなどという邪悪な魔女の駒のことは抱きして心にさえとどめずに忘れ去ってちょうだい。ああ、そうか。そのために私にはこの力があるので。バトラー、あやつはおふくろ。大丈夫、エンジェちゃん、そしてバトラ君。あなたたちのその悲しみは今すぐ癒されるから。私もおかしな人間の駒をやらされたものでピース。まあ短い時間でしたが、忘却の深淵で積もった誇りをしばし払うことはできましたのでピース。お役目ご苦労であったぞ、駒の魔女よ。そなたの主にはそなたがその役目を見事に果たされたことを必ずや伝えよう。さよならバトラ君。妹を大切にしてね。女の子はあなたが思っているよりずっと壊れやすいのだから。おふくろ。さよならエンジェちゃん。後ろ宮家に一人だけが残って未来をたくましく生きなければならないことが、もし運命なら私はその一人があなたでよかったと思う。誰よりも賢くてたくましくて、自分の家族のためにどのような努力もいとわなかった後ろ宮桐江の血を引く一人。こんな情けないなぞなぞが趣味のおばさんの娘じゃ心もとないものね。私、あなたのことをお母さんと呼べることなんて一生ないけれど、私のお母さんがあなたが死んだ後にも嫉妬するほどにあなたがお父さんの素晴らしい伴侶であったことだけは私疑わないから。ありがとう。あなたもお幸せに。それではこれにて閉幕。お相手は私、ピッチオブザピースことピースフルラブリーピースのピースちゃんでした。世界人類のすべてが平和でありますように。
でございましたでピース。これにて海猫の中からに閉幕でございますでピース。あんな退場の仕方をしたのに割と全力で台無しにしてくるのね。堅苦しいことを言うでないわ。そもそもセブンスのお疲れ様会は毎度こういうノリであったぞ。そういえばそうだったわね。日暮らしの頃なんて黒歴史級にはっちゃけてたものだわ。そうなんだよな。だから俺もさ、海猫に出ることが決まった時、お疲れ様会があってさらに二次会まで用意してあるって聞かされて、陰鬱な本編ぶっ飛ばすテンションではっちゃけたるぜって最初は楽しみにしてたんだぜ。とみんな思ってるところで背後からぐっさり来るのがここのお家芸でしょうが、本当に甘いわね。ダイエットシュガーの100倍くらい甘いわ。そうところでピース、あんたの相手を存在した事実ごと丸飲みするって力だけどさ、ガチなの？とおっしゃいまピースと。ガチもマジもないでしょ。あの化け物の駒なんだから、脚本から一人の人物の存在を抹消するなんてお手の物でしょうよ。フェザリーヌは私たちの世界を原稿用紙に書かれたもののように見て、その一文字一文字を鉛筆と消しゴムで好きなように消して好きなように書く力があると聞いたわ。すげえな。コマもゲーム版も最低限のルールもなしの最強無敵のゲームマスターなんだな。でもね、過ぎた力が身を滅ぼすこともあるのよ。どうして？何でもありは何にもなしに通じますでピース。光もささず草木の一本も芽吹かない無音の世界を与えられ、ここなら何の制限も受けずに自由に想像ができるでしょうと言われても困ってしまうものなのでピース。創作ってのはね、実はある程度の指針や制限がある方が芽吹きやすいものなのよ。画用紙に猫を描けと言われたなら、人はどんな猫を描こうかと迷うことも楽しめる。あるいは猫以外を描いてみんなの意表をつこうといういたずら心も楽しめる。ああ、なるほどね。確かに何でもいいから書けってのはちょっとやりにくいことだわ。だよな。大喜利みたいにせめて何かお題が欲しいよな。そういうことだ。創作の力は制限がなくなればなくなるほどその翼を大きく広げることができる。だがある一線を越えて一切の制限がなくなると、逆に創作の力は萎縮していくのだ。我が主はその境地に触れられ、ここは意志ある者のたどり着くべきところではないと悟られ、お帰りになられたのでピース。それでねピース、あんたのそのフェザリーヌ譲りの消しゴムパワーなんだけどさ、逆のことはできないわけ？鉛筆の力ってこと？違う、そうじゃないわ。丸飲みにして存在した事実ごと消し去る正反対。今までに丸飲みして消し去っていたものを逆に吐き出すってことできないわけ？はあ、これは考えたこともなかったでピース。今ここには俺とベアトとエンジェとベルンとラムダとピースで6人いるって認識ではいる。これは興味深いぞ。実は今日はここに7人いて、すでに1人が飲み込まれていてその存在を忘れているというのは大いにあり得ることだな。実ははい、ここ
こにもう一人ゲストがいたのですが、ちょっとうるさかったので飲み込んでおきましたでピース。やっぱりそうだったのね。怖いわ、これ結構怖いわ。誰なの？誰を飲み込んだの？だって私たちの記憶からも消え去ってるんでしょ。だったら思い出しようもないわね。ひょっとするとうまく丸飲みできてなくて、皆様の記憶に少し残られてるかもしれないでピース。思い出せるか、ちょっとヒントを出してみますでピース。第一ヒント、お箸を器用に使う子です。お箸？洋風な世界観にはマッチしないな。第二ヒント、推理が得意で大好物です。わかった、見るでしょ。まさかバトラとか言わないでよ。お箸と推理が得意なんてそんな子いたかしら。第三ヒント、自称名探偵、またの名を知的蹂躙者。何それ、嫌すぎる最低の2つだね。疑わしい人物の部屋は一晩中壁に耳をつけて様子を探り、お客として迎えてくれたお屋敷のすべての窓を夜中にこっそり、それも嵐の中、すべてガムテープで封印していきます。なんと迷惑な御仁だ。ストーカーか？兵隊なのか？ダメだな。そんなキャラが海猫にいたなんて全然思い出せないぜ。ラムダデルタ教のことをライバル視していましたでピース。前にちぎれたラムダデルタ教の腕のちぎれた断面をニヤニヤしながらくすぐっていたこともありますでピース。やだ、何それ、超怖い。そんな子がいたの？ここにいたの？なぜにそんな人物がここに招かれていたのだ。一体誰の友人だったのだ？そんなひどい人物、別にいなくなっても問題ないように思えるけど。それもそうだな。いても何もいいことがないように思えるぜ。おや、では吐き出さずにこのまま飲み込んでてもいいのでピース。意義なし、意義なし、意義まったく同感ね。変態お箸のストーカー探偵なんて別にいなくなっても誰も問題ないんじゃないかしら。ごまと塩を分けておいてって言ったら本当にやっちゃって、他には何かないかないか我が主ってすり寄ってきてしつこいから、こいつ飲み込んでおいてって頼んだんだけれど、うるさい猫も急にいなくなるとそれはそれで物足りないってことが分かったのは面白かったかしら。後で路地裏のゴミ箱の中にでも吐き出しておいてちょうだい。それではそのようにいたしまピース。ベルンカステル卿。それでなんだけど、あんた他にも何か飲み込んでたりしないわけ？いいえでピース。本日飲み込ませていただいたのはこの一人だけでピース。なるほど。ラムダデルタ教はこうおっしゃっているのだな。今宵だけでなくこれまでにも飲み込んで消してきた人物がいるのではないかと。何しろわらわはこのいくつも連なる長大な物語を描く過程でどれほどの駒を生み出してきたかわからぬ。まあ確かにすっげえ人数が出てくるよな。クローズドサークルのふりをしておきながら毎回登場人物が増えていったんだからな。その過程で生み出しておきながら一度も出番を与えられずに消しゴムのカスと消えていった者たちがあ
んがいたかもしれぬな。つまり海猫の鳴く頃にという一連のかけらのオーディションに落ちた人たちってこと？そうそう、いわゆるボツキャラってやつよね。確かにボツキャラをいちいち記憶には留めておらんの。ひょっとしてピース教のような御人に存在も許されず飲み込まれてしまったということもあったのだろうか。有馬ピースよ。え、海猫のボツキャラいるのかよ。海猫のボツキャラは未完成の段階で早々に廃棄されることが多いので、しっかりとした姿形があることはあまり多くありませんでピース。ただ全くゼロではありませんでピース。そうですね、せっかくのお疲れ様会ですので、私が飲み込んできた海猫ボツキャラの吐き戻し会をやりたいと思いますピース。吐き戻し会、他に言い方はないの？構わん構わん、どうせ猫箱イコール妄想のゲロ箱であるからな。もうこの際であるぞ、出し惜しみせずにパーッと行くがよいぞ。海猫のボツキャラってことは一応ベアトが生み出したわけだろ。そうであるぞ。つまりはわらわ以外の誰も知らないということだ。吐き出されたらわらわに記憶が戻るということなのか？そうでピース。なので記憶が蘇りましたら、ぜひぜひご説明やご紹介をお願いいたしますでピース。楽しみなような怖いような。何人くらいいるの？今パッと吐き出せるのは3人くらいだと思いますでピース。他にもたくさんあるのでしょうが、他は姿も持たぬ設定のみだったり、完全に忘却の深淵に来ていたりで、私さえ存在の記憶を思い出せないありさまでピース。前置きが長いわよ。さっさと吐いちゃいなさいな。それでは海猫の鳴く頃にボツキャラ3本勝負始まり。いいみんな、所詮はボツキャラなんだから、あんまり期待しちゃダメだからね。それでは参りますピース。まずは1人目、なんだこりゃ。首がないわ。何者かしら。おお、これは思い出したぞ。これはだな、ヤギの従者どものボツボディだ。通常人物は顔と体は別々に作るようでピース。なので首は別に描かれているわけでピース。だったら私のこのボディもたまには作り直して、もっともっと魅力的なボディにしてくれたらいいのにね。だったら私ももっと女の子らしい華奢そうな体がいいわ。みんなボインボインにしてもらえたらいいのにな。女キャラが胸を膨らませた分、あんたは股間が膨らんだボディを作ってもらったらいいんじゃない？おお、それはいいな。最近のアニメや漫画は女キャラばかりぷくぷく風船みたいにされておったからな。今度は男の股間をぷくぷく風船にしてやろうぞ。
おお、そうだ。服には乳袋ならぬ竿袋をつけておかねばならんな。モブのボツボディだけでこれだけ盛り上がってもらえてなんだか嬉しいでピンス。それでは2人目に参ります。どういうこと？夏日じゃない？どうも、こんにちは。後宮夏日です。思い出した思い出した。そうそう、夏日ももともとはボツキャラなんだよな。夏日おばさんがボツキャラってどういうことよ。だって現に夏日をやってるじゃない。まさか。でもそんなことって。そうであるぞ、そのまさかであるぞ。そう、わらわたちが夏日と思っておるものは何を隠そう、このわらわベアトリーチェのボツキャラなのであるわ。夏日おばさんがベアと？つまりどういうこと？もともと私たちが夏日だと思っている彼女をベアトリーチェとして描かれたということ？私はもともとベアトリーチェ役として生み出されていたのですか？そうなのだ。ミステリアスな感じにならないかなと思って書いたのだ。なるほど。ちょっと髪のウェーブっぽいところが性格のねじくれた感じを表現しているのでピー。でも勇敢マダムって感じよね。いたずら大好きの天の弱魔女ってイメージじゃないわ。それでボツになって忘却の深淵行きのところを夏日役の抜擢で命拾いしたってわけね。もし夏日おばさんがベアトだったらすごく落ち着いたしっとりとした話になりそうだな。ひょっとするとこの海猫も今とは全然違う話になっていたかもしれねえな。確かに今となってはちょっとくらい魔女役をやってみたかったですね。あら面白いじゃない。一回やってみたら？私がですか？面白いではないか。何か一つでいいからわらわのセリフをやってみるか。別に一言一句同じでなくとも良いのだぞ。夏日風に演じてくれればよい。ベアトリーチェ級の膨大なセリフの中から一部を抜粋させていただきましたでピン。どれでもお好きなものをどうぞでピン。これいいじゃない。これにしなさいよ夏日。ベアトならともかく夏日おばさんのやんごとない口には朗読であってもさせたくないような腐ったセリフね。もうちょっとまともなのはねえのかよ。いくらなんでもこれいいえ、やります。私たちは魔女風に言えば駒、人間風に言えば役者です。どのような役もこなせなければ一人前ではありません。いいガッツだわ。ではどうぞ本邦初公開夏日ベアトリーチェ。愛は肉欲なんだよ。体を重ねてしか
測れねえんだよ。男ども、お前のメスの匂いに惹かれて群がるウジバエどもなんだよ。精一杯凄んでみたのですが、どうだったでしょうか。まあ結構頑張ってたかなってやっぱりこんな下品な言葉はベアトにでも吐かせておけば十分ね。にっこり。それもそうであるな。夏日にはやはり上品な言葉が似合うぞ。案外面白くなりませんでしたね。それでは最後の3人目、とっておきの参りますよ。誰マジで。これは線画しかなかったのに清書されて色までついてるではないか。そのままお出ししても面白くないかと思いまぴって、この度彩色をさせていただきましたでピース。人を見た目で判断するのは悪いことだが、どうにもなんだか俺とは仲良くなれなさそうな雰囲気だな。その通りよ。こやつの名はウェルギリアス。登場していたらウェルと呼ばれていたであろうな。ウィルとかぶってややこしいわね。それを言ったらバルギリアとウェルギリアス、こっちも似ててこんがらがるわ。だってワルギリアって確か大昔の詩人の名高から作られた名前なんでしょ。確かベアトリーチェのもとへ導くものって意味だったな。そうか、元ネタが同じだから似たような名前になったわけか。まさにその通り。察しが良いな。ねえベアト、この子喋らないの？面白くない。何しろ2、3の設定とともに立ち絵のラフだけ描いた存在よ。人格も喋り方も何にも決まっておらぬのだ。何よつまんない。せっかくこんな立派な立ち絵をもらって挨拶もできないの？せっかくだもの。その2、3の設定に適当でいいから何か突っ込んでちょっと彼に喋らせてみなさいよ。ちょっとと気楽に言われるがな。コマ一つを動かすには十分な設定がだな。まあ適当でいいから私たちも何か適当に混ぜてあげるから。でも彼魔女側の困って雰囲気じゃないわよね。それは俺も思ってたぜ。魔女ならもっと頭のいかれた格好をしてるはずだ。どっちかっていうと人間のように見えるな。そうであるぞ。
もともとこやつは人間の探偵として作られたのだからな。じゃあつまりエリめんどくさいので路地裏のゴミ箱にエリカさんを吐き出してきますね。思い出した。つまりエリカの元キャラということなの？エリカはバトラの敵となり激戦の末に打ち破られるというドラマのために生み出された駒だ。だがこやつは少し違う。バトラの敵としての探偵であることは間違いないが、徹底的にミスリードする推理をぶちまけまくり、バトラの推理をさらに迷走させ、長く苦しめる、いわば宿命のライバルとして生み出される予定だったのだ。その初登場はエピソード3になる予定やったんや。エピソード2で魔女幻想に屈服したバトラさんをな、さらにコテンパンにどん底に叩き落としたるっちゅう役になるはずやったんやで。なんで関西弁？似合ってねえ。せやかてバトラ、これ言わせたかっただけだろ。バロー、真実いつも2つ、愛がなければ見えない。手品エンドと魔法エンドまでやらすかよ。てか悪ふざけしすぎだ。もともとはエピソード3から登場して以後のレギュラーに加わるバトラの強力な好敵手の男の子としてデザインされたそうでピース。本当はよ、アンさんのライバルとしてな、ブイブイ言わせてるつもりやったんやで。いい加減うざいわね。喋り方普通のに直すわよ。リオンあたりの感じで。ありがとうございます。あなた他にはどんな設定があるの？かなりそのあたりの設定は曖昧なのですが、どうも後ろ宮家の誰かの夏日さんの19年前の隠し子みたいなイメージで親族会議に現れる謎の男という感じだったようです。ああ、エピソード5の19年前の隠し子の設定の大元か。とても冷酷で真実や状況証拠を自分の望むようにパッチワークして、自分の望む推理で世界を確定させるというような力があったようです。なるほど、かなりエリカに近い感じね。こやつの恐ろしいところは、自分の望む虚実を真実の切り張りだけで生み出せることだ。一片の嘘も混ぜずに、いかなる真実も自在に生み出せる。やっぱりエリカに似てるわね。つまり彼がボツになって失われた設定などがエピソード5やエリカに受け継がれたということなのね。私にはエリカよりも強力そうなキャラに見えるわ。それがエピソード5よりも早いエピソード3で登場の予定だったんでしょ。なんでやめちゃったの？ねえねえ。実はな、エピソード2でわらわがあんまりにもド派手に暴れてしまったせいでな、ファンタジーが暴力的に優勢になってしまったのだ。あの当時はいわゆるインターネット掲示板文化が一気に花開いていく時期でピタ柄ね。書き手と読み手がネットを介して触れ合うこともできたのでピンス。なるほど、ベアトが派手に暴れすぎたので魔女に屈服した人が大勢出たということを知ったわけね。うん、それでな、当初のエピソード3ではランド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチとのタイトルでエピソード2をもはるかに上回るどぎついどっかんばっかんな展開を考えていたのだが。なるほど、
読者が混乱してついていけなくなってると気づいたので方針を転換したわけね。そういうことだ。それでエピソード2で一気に魔女側に傾きすぎたのをエピソード3では逆に人間側に傾くよう手こ入れする必要が生じたというわけだ。それで生まれたのがワルギリアというわけ？ああ、なるほどな。確かにワルギリアは魔女との戦い方をいろいろと親切に教えてくれたな。名前の大元は同じなのに役割の180度異なるキャラに生まれ変わったのね。まあ名前だけが拝借されたと思ってよい。実質的な中身はエピソード5のエリカまでお蔵入りとなる。エリカもエピソード5以降だと少々かませ犬感があるけど、もしエピソード3で早々と登場していたらサズやバトラを何度もどん底に叩き落とすアッキのごとき活躍を見せてくれたでしょうね。残念ですが致し方ありません。それでも今回このような形で登場させてもらえたことを光栄に思っています。喋り方って大事でピスね。最初と全然イメージが違って見えるでピス。ウェル、お前に少しでも会えてよかったぜ。どこかのかけらでは俺とお前が戦っていたかもな。そのようなかけらもあったかもしれませんね。ではそのようなかけらでいずれお手合わせを。だがな、勝つのは俺だぜ。せやかてバトラー。それが言いたかっただけかい。失礼いたします、皆様方。大アウローラ卿のお茶会の準備が整いました。どうぞこちらへご案内いたします。さーて、二次会の会場に移るかな。お兄ちゃん、挨拶考えてきた？指名されてたでしょ？うわ、やべ。全然何も考えてねえ。わらわも何も考えておらぬが、わらわは締めの挨拶担当だからな。それまでにゆっくりと考えておけばよい。そうはいかねえぞ。いっぱい大騒ぎしてそんな時間は与えねえでやる。俺と一緒にアドリブで苦しもうぜ。相変わらず仲のよろしいことで。我が主？どちらへ？あんたたちは先に行ってて。私たちも後で行くから。何かあるんですか？内緒。ちょっと様子を見てくるだけ。泣きそうなのよ。泣く？そう、そろそろね。何かが泣きそうなのよ。じゃあね、エリカ。後で。次はいい役だといいんだけど。あら、悪役もなかなか楽しいわよ。私とベルンは仲良しの役なのかしら。それとも憎しみ合う役かしら。どっちでもいいわ。
またベルンと同じゲームで遊べるのなら。あら、私たちが遊ぶのか遊ばれるのかわからないわね。すぐにわかる。何かの泣く頃に。